この写真、操縦席に座っているのは、大空の侍、ゼロ戦の撃墜王、堺三郎です。でも、今日の主役は堺三郎ではなく、この機体です。この機体には、奇妙な名前がありました。フグ。なぜゼロ戦が、フグと呼ばれたのか。その理由は、今もはっきりしていません。ただ一つ言えるのは、このゼロ戦が、普通のゼロ戦ではなかったということです。フグと呼ばれたのは、アメリカの対戦機保存団体の CAF が保有していた、ゼロ戦21型の復元機。登録番号は、N58245。一見すると、戦時中からそのまま残ったゼロ戦に見えます。しかし、この機体の運命は、最初から普通ではありませんでした。始まりは、南太平洋のバラル島。戦争が終わった後、そこには多くの日本軍機の残骸が残されていました。朽ちた機体、失われた部品、ジャングルに眠る、かつての戦闘機たち。その残骸に目をつけた人物がいました。カナダの航空機修復家、ロバート・ディーマートです。彼は、南太平洋に残されたゼロ戦の部品を回収し、それをもとに、もう一度空を飛べるゼロ戦を作ろうとしました。ただし、ここが重要です。これは、一機のゼロ戦をそのまま修理したものではありません。複数の機体から集められた部品を使い、足りない部分を補いながら組み上げられた、いわば記憶の集合体のようなゼロ戦でした。ロバート・ディーマートが蘇らせたのは、完全なオリジナルゼロ戦ではありません。けれど、ただの模型でも、天井のハリボテでもありません。実際に空を飛ぶために組み上げられた、戦後のゼロ戦でした。そして、この機体には、さらに大きな違和感がありました。心臓が違ったのです。ゼロ戦といえば、日本の栄エンジン。しかしフグに搭載されたのは、栄ではありませんでした。アメリカ製のプラット&ホイットニー R1830。かつてゼロ戦と戦った側の国のエンジンです。外見はゼロ戦。けれど、心臓はアメリカ製。南太平洋で朽ちた日本機が、戦後、アメリカのエンジンで再び空を飛ぶ。この時点で、フグは単なる復元機ではありませんでした。戦争の記憶と、戦後の技術が混ざり合った、もう一つのゼロ戦だったのです。そして1985年、この機体は CAF に渡ります。そしてテキサスを拠点に、航空ショーの空を飛ぶようになりました。観客の前をゼロ戦が飛ぶ。しかしそれは、かつて戦場を飛んだ機体そのものではありません。バラル島の残骸から集められ、ロバート・ディーマートの手で蘇り、アメリカ製の心臓を乗せて飛ぶゼロ戦です。日本で生まれ、南太平洋で朽ち、戦後カナダ人の手で蘇り、アメリカの空を飛んだ。それが、フグと呼ばれたゼロ戦でした。そして1991年5月、太平洋戦争を語るイベントのため、堺三郎がテキサスを訪れます。その時期、CAF による航空ショーには、復元されたジャパニーズゼロの参加も確認されています。だから冒頭の写真は、ただも記念写真ではありません。ゼロ戦で戦った男が、戦後に蘇ったゼロ戦に、もう一度向き合った瞬間かもしれないのです。しかし、フグが空を飛ぶ時代は、永遠には続きませんでした。古い軍用機を飛ばし続けるには、莫大な整備費と安全確認が必要になります。やがて機体は飛行の第一線から離れます。そして CAF の手を離れ、ハワイへ渡りました。現在、このゼロ戦は真珠湾の航空博物館で展示されています。かつての CAF 時代の姿からとそうも変わり、真珠湾攻撃に参加した別のゼロ戦を表す姿になっています。もう、フグとして空を飛ぶことはありません。南の島の残骸から蘇り、カナダ人修復家の手で形を取り戻し、アメリカ製の心臓で飛び、テキサスの空を舞い、最後は真珠湾にたどり着いたゼロ戦。なぜ、フグと呼ばれたのか。その答えは、今も謎のままです。けれど、だからこそ、この名前は忘れられません。フグと呼ばれたゼロ戦。それは、戦争が終わってからも、形を変えて生き延びた、数奇な運命のゼロ戦でした。